ハイエナたちの縄張りに入った子供のライオンを親が連れ戻しに来た話があるが、親ライオンがどれだけ肝を冷やしたか想像もできねえな。野生動物の世界では縄張りを犯した者には容赦しねえのがルールだろう。縄張り争いをするときは相当覚悟を決めた戦いになるはずだ。縄張り争いってほどじゃねえが、そうや入学してすぐの頃、部屋のベッドの位置を争ったの。1年は4人部屋。同室の奴らと腕相撲で勝負して希望の場所を手に入れたんだ。どんな場所にしたかって？サボテンのために少しでも日が当たるところを確保したぜ。監督生がなくしたノートを探してるんだ。ジャック、何か知らないか？知らねえ。たく、勉強道具をなくすとかそそっかしいやつだぜ。茨の魔女は16年間もある人物を部下たちに探させたそうじゃねえか。あいつもそれぐらい本気で探せばすぐに見つかるだろう。どうせどっかに置き忘れたに違いねえしな。さっきも午後の授業の直前まで食堂でグリムを追っかけてバタバタ身支度してたぜ。ん？バタバタ？もしかしてその時に落としたんじゃ。ジャック、ありがとう。食堂も見てみろって監督生に伝えとくよ。は？何礼なんか言ってんだ。俺はあいつのそそっかしさについて話しただけだろ。死者の国の王は三つ首の獰猛な犬を飼っていたらしい。そんな犬が従ったんだ。やっぱり死者の国の王はすごいやつだったんだな。ああ、大したことない頭。いや、ボスにはついていく気にならないし。要は実力次第だよな。怠惰な態度を取ろうが力のある王なら文句はねえ。それってもしかしてキングスカラー先輩のことか？まあな。たとえどんなに手抜きをしてもうちの領長はあの人以外に考えられねえ。だがいつかあの人が本気になったところを見てみてえとは思うぜ。優れた知性とカリスマで国を統治していた百獣の王に自分の意見を言うハイエナがいたんだって。いやー、王様相手に物申すなんて度胸あるっすよね。サバナクロー領で言えば俺がレオナさんに意見するみたいなもんか。ま、言って得するなら言うかな。利益のためには多少のリスクは冒さねえと。腹減ったな。そこら辺に落ちてるもん拾い食いして腹いっぱいになれる鳩が羨ましいっす。ママ母に嫌われていた少女が井戸のそばで歌った時、その歌声に鳩が集まってきたって話があるけど、うちの学園じゃ鳩はだいたい地面に落ちた食い物に集まってますよね。さて俺もそろそろ飯に。あれ？財布忘れた。レオナさん、一緒に食だ。ああ、その辺の鳩に混じって拾い食いでもしたらどうだ。鳩が羨ましかったんだろう。願いを叶えるいい機会じゃねえか。どうせならそれよりいい飯食いたい。じゃあ待ってくださいよ。砂漠の魔術師は魔法の腕もさることながら魔法道具の開発もできたとか。すごいな。魔法道具ってどうやって思いつくんだろう。案外日常のちょっとした不便がアイデアの元なんじゃない？俺も昔かき集めた空き缶や廃品を監禁所まで運ぶときはリヤカーを使ってたんすけど、道は悪いし荷物は多いしでもう大変。勝手に浮かんでくれる荷車があればいいのにっていつも思ってたや。魔法で浮かせて運ばなかったんですか？そんなの俺の魔力じゃコスパ悪いでしょ。見合わない労働をするぐらいなら我慢した方がマシ。だから
砂漠の魔術師みたいな賢い人に世の中のためもっと頑張ってもらいたいもんっすね。百獣の王が滑る王国に飢饉が起きて食べ物が手に入らなくなった時、国民は王へ散々文句を言ったらしい。やれやれ、百獣の王に同情するぜ。文句を言ったって飢饉が解決するわけじゃないってのにな。そういう時にはリーダーが鼓舞して引っ張ってやるしかない。百獣の王がどんな風にのんきな国民たちを導いたのか興味があるな。儲けに繋がらなさそうな一年の名前がなかなか覚えられないっす。ハートの女王のトランプ兵は互いのことを番号で認識していたそうだ。てめえもあだ名をつけるなりなんなり工夫してさっさと見分けをつけろ。そっちの方がわけわかんなくなって覚えられなさそうっす。それより寮の親睦会を兼ねたトランプ大会しません？豪華景品付きで1年生から挨拶代わりに参加費たっぷり集めてやるって。花からそれが狙いだろうが俺は参加しねえからな。勝てるゲームなんてやるだけ無駄だ。でももし俺に勝てるような寮生がいたらそいつの名前は一生忘れないかもな。雷の神様はよく息子と遠隔通信で話をしたって言われてますよね。神ともあろうものが親としては随分と過保護だな。そういえばレオナさんはご実家のお父さんと連絡を取ったりするんですか？親父は長いこと病に伏せっている。日頃は連絡も取ってない。たまに実家に帰った時に顔を見せはするぜ。そうしねえと兄貴がうるさくてな。へえ、レオナさんがお見舞いに行ったらすごく喜んでくれそうですね。どうだかな。たまに目覚めて口を開いたかと思えば兄弟仲良く元気にやってるのかとそればかりだ。まあ老王をいたわって当たり障りのない答えを返しはするぜ。